日本時間の今日午前1時17分頃ですけれども、台湾で大きな地震がありました。まずですね、その時間帯のこの震度の分布図ですね。これは日本国内のものになります。このように先島諸島で震度1の揺れを観測しました。赤い×印が震源となっておりまして、日本の気象庁はマグニチュード 6.2 と、そして震源の深さがごく浅いとしておりますけれども、日本の気象庁にあたります台湾中央気象所はマグニチュード 6.4、震源の深さがおよそ10キロというふうに解析、そして発表しております。この台湾の震度分布がこちらです。こちらが台湾中央気象所のホームページに載っております震度の分布図になります。この地震で震源に近い嘉義県台北では震度6弱の大変強い揺れに見舞われました。日本の震度階級と台湾の震度階級は同じでして、震度6弱という強い揺れに見舞われたということになります。また、その周辺、嘉義県の坂路ですとか、隣り合う台湾市白川区、南西区などで震度5弱の揺れを観測しています。報道によりますと、怪我人を含む被害も起きているといったことになります。余震も相次いでおりまして、最初の地震の後、日本時間の午前8時までに50回以上の余震が発生しています。2時42分にはマグニチュード 5.2、震度4の揺れも起きております。この台湾の地震の特徴です。こちらは USGS のデータとなります。台湾がこうありまして、こちらは1900年以降の地震の震源をプロットしたものになるんですけれども、今回起きた地震は台湾でも南西部の方にあたります。台湾はもともとですね、プレートの境界付近に位置しておりまして、地震活動が大変活発なんですけれども、多かったのは、これまで多く起きているのは、どちらかというと東側のエリアにあります。去年の4月にはマグニチュード 7.7 というような大きな地震が起きて、少なくとも14人が死亡したといった被害もあったんですけれども、今回の地震はその去年の4月の地震からはかなり西側に離れたエリアになります。ただこの西側のエリアでも、これが今日の地震ですね。大きめの地震が起きることがありまして、1941年12月にはマグニチュード 7.2、1927年8月にはマグニチュード 6.5 の地震が起きたこともあります。台湾は日本と同じ地震活動が大変活発なエリアということになります。引き続きですね、現地の方では地震活動がまだ続いているというふうに見られます。最初の地震の規模が大きかったため、この後も余震活動はしばらく続くというふうに見られます。最新のですね、日本の地震情報ですとか、あとは海外の地震に関するニュースについてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。